人がゴミのようだ。初めての方は初めまして、このチャンネルの案内役のレイムだよ。解説役のマリサだぜ。このチャンネル、ハルゼロレビューでは、ウプ主ハルゼロが愛してやまない作品の魅力を、私たちの掛け合いで、熱く、深く、時には偏屈に語っていく場所だよ。単なる感想じゃない。なぜ面白いのか、どこに魂が震えたのか、その構造を徹底的に解剖していくぜ。ねえ、マリサ、大変よ。どうしたレイム、そんなに慌てて。空から女の子が。それだな。それは、日本の冒険活劇アニメの歴史が、ここから始まったことを告げる、伝説の始まりの合図だぜ。そうなの？ああ。そして、あのスタジオジブリが、初めて制作した長編アニメーション映画が、今回のテーマの作品なんだぜ。制作都市で言えば、風の谷のナウシカ、の方が先だが、当時のスタジオジブリはまだ存在していなかったからな。さて、前置きはこれくらいにして、誰もが一度は夢見た、空に浮かぶ伝説の島を巡る、壮大な冒険物語。今回のテーマは、これだ。天空の城、ラピュタ、を解説するぜ。ねえマリサ、もし本当に、空に浮かぶ島があったらどうする？面白い質問だな、レイム。今回のテーマの、天空の城、ラピュタ、は、まさにそれだ。うわぁ、天空の城、ラピュタ、考えただけでワクワクするわね。そうだろ？今回は、なぜこの映画が、公開から40年近く経った今でも、俺たちの心を掴んで離さないのか、その理由を徹底的に語っていくぜ。この映画って、本当に最初から最後までハラハラしっぱなしよね。その通りだ。ハルゼロの言葉を借りれば、本作はまさに怒涛の冒険活劇。一つの事件が終われば、間髪入れずに次の事件が始まるんだ。ドーラ一家から逃げたと思ったら、今度は政府の特務機関が出てきて、シータを助け出したら、今度は軍の巨大戦艦に追われる。そして、その先には、ラピュタ、での最終決戦が待っている。まさに、行き着く暇もないアクションの連続なんだぜ。その、行き着く暇もない流れこそが、ラピュタ、の面白さの秘密なのかしら？ああ。本作の構造は、とにかく観客を退屈させないように、緻密に計算されている。血湧き肉踊る冒険活劇を目指した結果、パズーが元気をなくす時間はたった4分30秒間と、非常に短く設定されているんだ。たったそれだけ。通りで、ずっと見ていられるわけね。そうだ。これは、物語が停滞しないよう、宮崎駿監督が意図的に用いたテクニックなんだぜ。だが、この冒険の頂点、最も魂が震える瞬間は、意外なところにあるんだ。それってやっぱり、滅びの呪文、バルス、のシーンでしょ。いや、ハルゼロが最も震えたのはそこじゃない。ムスカが、ラピュタ、の力を解放し、眼下の軍隊を皆殺しにした、あの瞬間だ。見ろ。人がゴミのようだ。って言ったところ？そうだ。あのシーンは、一人の男が古代の超科学を手にした時、国家の軍隊ですら、なすすべなく消し済みにされるという、絶対的な力の恐ろしさを見せつけた。確かに、あの光景は衝撃的だったわ。希望とか勇気とか、そういうものが一切通用しない絶望感があった。それこそが、この映画のクライマックスなんだ。ただの冒険活劇で終わらない、強烈なメッセージが込められている。メッセージ？一体、どんなメッセージなの？行き過ぎた科学技術の進化は、それ自体が破滅を招く、という、現代にも通じる警鐘だ。どんなに素晴らしい力も、使い方を誤れば世界を滅ぼす狂気になる。そうか。だからシータは、あんなことを。ああ。土に根を下ろし、風と共に生きよう。死と共に冬を越え、鳥と共に春を歌おう。どんなに恐ろしい武器を持っても、たくさんのかわいそうなロボットを操っても、土から離れては生きられないのよ。このセリフこそ、ラピュタ人が城を捨てた理由をシータが悟った瞬間の言葉であり、この映画の結論が凝縮されているんだぜ。かわいそうなロボット。ラピュタのロボット兵には、軍事用と自然管理用の2種類がいるんだ。軍事用は目からビームを出したり鋭利な突起で攻撃したりする、圧倒的な攻撃力を見せるが、自然管理用はラピュタの自然や墓を守る、穏やかな存在だ。宮崎監督は死んでしまうロボット兵を見て、かわいそうだと思ってくれればいいな、と語っている。深い話だったわね。ラピュタ、また見たくなっちゃった。だろ？それじゃあ最後に、ラピュタがもっと面白くなるうんちくをいくつか披露してやるぜ。わーい、待ってました。まず音楽の話だ。実はもともと、久石譲氏が音楽を手掛ける予定ではなかったが、
宮崎監督の強い希望で続投が決まったんだ。久石氏は、この作品にエンターテインメント要素が詰まっており、世界に通用しやすい内容だと感じ、フルオーケストラで、スコットランドやアイルランドの民謡、つまりイギリスのフォークソングをベースに楽曲を制作することを決意したんだぜ。パズーのトランペットの曲、大好き。鳩と少年、だな。あの場面は、今までの映像を引き立てるための音楽から一変。初めて音楽が映像を先行し、映像が音楽を引き立てる構成になっているんだぜ。すごいこだわり。次に、そもそも、ラピュタ、という名前。これは、スウィフトの小説、ガリバー旅行記、に出てくる、空飛ぶ島、ラピュータ、から取られているんだ。あの有名な物語が元ネタだったんだ。そうだ。だが面白いのが、宮崎監督自身は、ガリバー旅行記、のダイジェスト版しか、読んだことがなく、名前も覚えていなかったと語っているんだぜ。元ネタのラピュータは、10人全員が科学者で、優れた科学の力で島を空に浮かべているとされているんだぜ。なんだか不思議な一致ね。最後に、この作品は、ファイナルファンタジーのクリエイターである坂口博信氏や、ピクサーのジョン・ラセター氏など、多くのクリエイターに多大なインスピレーションを与えているんだぜ。すごい、まさに伝説の始まりの映画だったのね。そういうことだ。それじゃあ今回はここまで、次回も、ゆっくりしていってね